とても仲良しな夫婦に、1羽の可愛い赤ちゃんが誕生しました。けど、赤ちゃんの映像がありません。カメラを持って動画を撮ることができなかったのです。なぜかというと、孵化して10日ぐらいした時に巣を覗いてみると、赤ちゃんが仰向けになり、足が開いた状態でした。この状態でお母さんに上に乗られて、抱かれていたことが想像できました。それと、仰向けの状態なので、ご飯があまり食べられなかったのか。体が小さく、背骨が少し変形していました。私は小さな体を持ってうつ伏せにしようとしましたが、すぐにひっくり返り、仰向けになってしまいました。このままでは危ないと感じた私は、小さな体を両手で抱え、立てるように練習をしました。しかし、問題があったのです。それは、親鳥が私のことを怖がったのです。私が近づくと、逃げてしまう親鳥。私が赤ちゃんに触れすぎてしまうと、子育てをやめてしまう可能性があったのです。私は、親鳥に配慮をしながら、赤ちゃんの立つ練習をしました。少しの時間だけど、毎日、練習をしました。練習を始めた頃は、すぐに仰向けになってしまったけど、5日が経った時、足がしっかりしてきて、仰向けになることはなくなったけど、頭を支える筋肉がついていなくて、うずくまった状態でした。練習を始めて10日目、頭を持ち上げることができるようになり、ご飯をたくさん食べられるようになりました。お母さんもお父さんも育児放棄せず、小さな子を大切にお世話をして育ててくれました。そして1ヶ月後、体は小さいけど立派に成長してくれました。手を差し出すと思いっきり噛んでくれて、元気いっぱいです。赤ちゃんの頃は立てるのか育ってくれるか不安だったけど、こうして走る姿を見ると涙が出てきます。私はこの子の名前をひなたと名付けました。元気いっぱいのひなたはまだ飛べないのに、巣を抜け出すことが多くなりました。好奇心旺盛だけど怖がりなひなた。部屋の隅にうずくまっているひなたを見つけては、巣に連れ戻していました。あまりにも巣を抜け出すことが多かったので、新しいお家へ気に入ってくれたみたいです。少しずつ大きくなったひなた。お母さんが寄り添ってくれました。そしてお父さんも、こうして大切に育てられたひなたは無事に巣立ちました。とは言っても外は大きな子ばかり。まだ上手に飛べないし、みんなを怖がって一人ぼっちになってしまいました。その時、1羽のお兄ちゃんが寄り添ってくれました。このお兄ちゃんは足の悪い弟がいて、巣立つまでずっとそばにいてくれた優しいお兄ちゃん。環境に慣れず不安がっているひなたを見て、弟のことを思い出し、寄り添ってあげないといけないと思ったのかもしれません。お兄ちゃんのおかげでひなたは徐々に環境に慣れていきました。小さい頃の影響で少し尾が曲がっていて、上手に飛ぶことができないけど、元気でいてくれればそれでいいです。これからいろんな出来事があると思うけど、元気でいれば何でもできるから、お日様のように明るい未来が待っているから。